こんにちは、つんです。突然ですけど、アラジンのプロジェクターってご存知ですか？私が初めて知ったのはもう4年ぐらい前になるんですけど、照明一体型のプロジェクターでシリーズ累計販売台数30万台を突破、数々の賞を受賞している人気アイテムです。そして今回2022年発売のハイエンドモデルアラジン X2 プラスを使ってみませんかとお声掛けいただいたのでお試しさせていただくことにしました。設置方法や使い方、地上波の設定やアプリなど実際に使いながらレビューするので少しでも参考になれば嬉しいです。姫は新しい段ボールに興奮気味でした。はい、ということでさっきから開封しておりますが、箱の中にはまたぴっちりと箱が入っていて、梱包はかなり丁寧な印象です。箱を開けたら今度はアラジンのロゴが入った箱。これはライトのシェードが入っていました。はい、で、その下にあるのが本体ですね。で、付属品は至ってシンプルで、一般的なシーリングライトとほぼ一緒でした。本体とアクリルシェードの他に、引っ掛けシーリング用専用アダプター、そしてリモコンと乾電池。リモコンに必要な乾電池は単4系アルカリ電池が2本です。あとはトリセツとクイックスタートガイド。シーリングライトを設置したことがある方なら、このクイックガイドで迷わず設置できると思います。本体サイズは直径 47.6 センチ×高さ 14.5 センチ。重さは 4.9 キロです。この本体の中にライト、プロジェクター、スピーカーがまるっと収まっているので、やっぱりそれなりに重さはありますね。天井に設置するので当然なんですけど、コードがなくてすっきりしています。新しい家電が増えると毎回どうしてもコンセント問題が勃発するので、コード不要で使えるっていうのは嬉しいポイント。LED ライトはこんな感じです。ライトの性能については後ほど詳しくお伝えしますね。はい、それでは設置していきます。設置自体はすごく簡単で、シーリング用の配線金具に取り付けるだけでした。特別な工具も穴開けもいりません。機械に疎い私でも一人で取り付けることができました。まずは専用アダプターを取り付けて、本体の穴にケーブルを通しながらカチッと音がするまで押し込みます。で、ロックレバーをスライドしてロックしたら、アダプターのケーブルを本体につなげます。あとはシェードをセットしたら完了です。私一人でも設置できたんですけど、ちょっと重いので可能なら2人でやった方が安心かもしれないですね。はい、で設置が完了したら壁のスイッチを入れます。そういえば本体は調光機能付きの壁スイッチには使えないそうです。なので調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入り切り用スイッチに交換する電気工事が必要になってしまうので、そこは購入前に確認した方が良さそうです。LED シーリングライトの高速は最大3800ルーメン。だいたい8畳ぐらいの広さに対応しているそうです。デフォルトではリモコンのライトの切り替えボタンで、中光色、電球色、中白色、常夜灯っていうこの4段階で切り替わっていくんですけど、ライトの設定で明るさと色合いを調整することもできて、調光、調色それぞれ100段階、組み合わせるとなんと1万通りの調整が可能です。で、このライトの設定画面でお好みの色と明るさを4つまで登録しておくことができるので、お部屋の雰囲気とかライトをつける時間帯によって簡単に切り替えることができます。あとリモコンの音声入力で電気をつけたり消したり、ライトを消して明るさと色合いを調整することもできます。これは便利ですね。はい、では肝心のプロジェクターの設定です。画面サイズはシーリングライトの中心と壁までの距離でおおむね決まる仕様になっていて、例えば1メートルなら50インチ、1メートル80センチあれば100インチの大画面を楽しめます。推奨の設置距離は85センチから3メートル。ちなみに我が家のテレビは37インチ。テレビだと6畳で100インチなんて到底無理ですよね。
置き場所に悩むことなく、狭いお部屋でも大画面が実現できるっていうのはアラジン X の最大のメリットなんじゃないかと思います。はい。で、壁までの距離で画面サイズはおおむね決まるものの、こんな風に台形補正の縮小率は 38% まで、斜めは最大19度まで、そして上下移動は32度まで調整することができます。等倍ズームなんていうのもあるので、限界はあるんですけれども、ある程度は壁にフィットさせることができます。アラジンには画面サイズが測定できる機能もありました。こうやってリモコンサイズを合わせて測るんですけど、我が家は壁まで1メートルちょいで52インチでした。ちなみに左側の壁だと約1メーター40センチぐらいあるんですけど、収納の扉がギリ邪魔にならない程度に調整をして69インチは投影することができました。本当は寝室で使いたかったんですけどね、どうしても室内窓がかぶってしまい断念。スクリーンを設置するか、はたまたもっといい方法はないか考え中です。で、画面の設定が終わった後はネットの接続設定。起動すると設定方法が順番に表示されるので、その指示通りに設定していけば OK。セットアップも簡単でした。で、設置方法の動画とか操作方法のチュートリアルも順番に表示されました。はい。で、プロジェクターの明るさは900アンシルーメン。シーリングライトを一つつけた状態でも十分見れる明るさでした。今時のプロジェクターは真っ黒にしなくてもかなりちゃんと見られるんですね。で、そして電気を消したらこんなにくっきり。4K には対応していないんですが、フル HD でも水槽の映像もかなり綺麗に見えました。で、こちらは内ログの動画なんですが、近づいてみるとこんな感じ。壁紙の凹凸やザラザラ感も私は特に気になりませんでした。そういえばこちら側の壁は青色のアクセントクロスで色味に影響がありそうだなと思っていたんですけど、風景を映すとこんな感じです。映像がね、青っぽいからちょっと分かりにくいんですけど、こちらも私的にはさほど気にならなかったです。私はそれほど映像にこだわりがある方ではないので、万が一ちょっと気になるなと思った場合は、輝度やコントラスト、色温度やノイズ低減などもお好みに応じて調整できます。はい。そしてスピーカーはハーマンカードン製、ドルビーオーディオ対応の 8W のステレオスピーカーが搭載されています。Bluetooth や AirPlay 対応でお好きな音楽を気軽に楽しむことができます。ちょっと試しに YouTube のフリー音源を流してみますね。カメラのマイクとかデバイスの影響もあるのでうまく伝わっていないかもしれないんですけど、天井から流れてくるせいか音の広がりを感じました。視聴できる動画配信サービスは TVer、Unext、ABEMA、Hulu、Netflix、プライムビデオ、あと Spotify やラジコなど音楽配信やラジオも楽しめます。ホーム画面にデフォルトで入っていないものもアラジンストアで表示されていればダウンロードして見ることができます。FOD やディズニープラス、TikTok もありますね。YouTube はデフォルトで入っていなかったのでダウンロードしてみました。そしてうちログを音声入力で検索すると YouTube でうちログ無事に表示されました。あとテレビアプリも搭載されているので、別途テレビチューナーがあれば地デジも見ることができます。これはアラジン推奨のテレビチューナーで、ピクセラ社のサイトエアボックス、ワイヤレス接続でパソコンやスマホ、タブレットなど他のデバイスでも地デジが見られて、有料ですが月額契約すればクラウド録画もできるようです。中に入っていたのはセットアップガイドとミニ B キャスカード、AC アダプターと LAN ケーブル、そして本体は小さくて軽かったです。
それ以外に必要なのはネット環境とアンテナケーブルです。アンテナケーブルは同梱されていないので別途購入が必要です。セットアップはめちゃめちゃ簡単で、ただカードを入れてケーブルを接続するだけ。アプリで指示通りに設定すればものの数分で完了しました。そしてこれをマルチメディアコンセントに接続します。またちょっと配線の整理は必要になっちゃいましたけど、うちはマルチメディアコンセントがあと4つ余っているので、後々ちゃんと整理しようと思います。はい、ということで簡単な設定で地デジが見られるようになりました。テレビ画面は著作権の関係で撮影できないんですけれども、番組表もちゃんと表示されました。アラジン X2 プラスにはオリジナルのアプリも豊富に揃っていました。例えば自然の映像と音で起こしてくれるおはようタイマーとか、リラックスできる映像と音で眠りを促すおやすみタイマー。カレンダーには日付の他に天気や星占いも表示されます。そして微風景というアプリは飛行機の窓からの眺めとか、海の中にいるような気分を味わえる映像など、美しい景色をインテリアの一部のように楽しむことができます。インテリアといえば SNS でよく見るこの壁時計もアラジンオリジナルのアプリ。他にもいろんなデザインの時計が揃っていました。その日の気分とかお部屋の雰囲気に合わせて選べるところがいいですね。オリジナルのコンテンツは無料アプリと有料アプリを合わせると本当にたくさんあって全てを紹介しきれないので、私が気になったものをざっとご紹介すると、ちょっと体を動かしたいなっていう時に便利そうなのがおうちヨガとかおうちフィットネス。大きな画面だとポーズも見やすそうですよね。あと沼ると一日があっという間に終わりそうなスイカゲーム。動画は早送りでお届けしていますが、撮影しているのを忘れて遊んじゃいました。そして別売りのアラジンマイク2を購入すれば本格的なおうちカラオケも楽しめるんです。なんだか高級感があります。で、真ん中のマルチボタンには音声アシスタント機能が搭載されていて、アプリの起動やボイスエフェクトの切り替え、曲の検索などができるようになっています。その上のリングで音量調整もできるそうですよ。で、ウィンドスクリーンもついていました。重さも 352g と軽くて持ちやすいです。もはやプロジェクターは映画やドラマを見るだけではないんですね。で、新曲リストも最新の楽曲が揃っているんですけど、ランキング1位を見たらドライフラワーを抑えてアンパンマンのマーチでした。あとお子様向けのチークアプリもかなり充実していて、例えばひらがな、アルファベット、漢字などが一覧表示される学習ポスター、自動読み上げ機能もある世界の絵本。絵本のラインナップも結構充実していました。あと等身大サイズの動物が鳴き声とともに映し出される等身大動物図鑑。実物大の動物は大人でもちょっと怖いぐらいの迫力です。都道府県ごとの自慢の観光スポットや豆知識などがわかる日本地図アプリ。旅行に行く前にチェックしたり、お子様の学習にも良さそうです。これだけいろんなことができたら、おうち時間の過ごし方も今までとは変わりそうだなと思いました。姫のおうち時間は変わらなさそうですけどね。はい、以上、アラジン X2 プラスのレビューでした。概要欄に公式サイトを記載しておくので、気になる方はチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでも参考になりましたら、グッドボタンやチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。